あなたの人生で学び続けていることは何ですか？生きることは学ぶことだ。学び続けることが生き続けることだ。この言葉を残したのは、インドの偉大な精神的指導者、マハトマ・ガンジーです。皆さん、こんにちは、こんばんは。今回は、マハトマ・ガンジーの言霊を紹介していきます。あなたの人生で学び続けていることは何ですか？ガンジーは学びの重要性を、彼の人生と行動を通じて示しました。彼は非暴力と平和を信奉し、自己啓発と教育の重要性を常に強調していました。今日、私たちが彼の言葉から学べることは何でしょうか？心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、まずマハトマ・ガンジーのルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、ハミルです。今日は、ガンジーについていろいろ教えてもらえるということで、興味を持ってきました。よろしくお願いします。早速ですが、ガンジーの生い立ちや育った環境について知りたいです。こんにちは、ハミルさん。興味を持っていただき、ありがとう。ガンジーについてお話しすることは、私にとっても大きな喜びです。ガンジーは、1869年10月2日に、現在のインド、グジャラート州のポルバンダルで生まれたんだよ。彼の本名はモハンダスカラム・チャンド・ガンジーって言うんだ。ガンジーの家庭はヒンドゥー教のバイシャカーストに属していたんだ。つまり商人の家だったってこと。家族はちょっと特別で、お父さんは町の首長という大事な仕事をしていたし、お母さんはとっても信心深い人だったんだ。お母さん、プトリバイはジャイナ教っていう、喧嘩をしないことを大事にする宗教を信じていて、ガンジーも小さい頃から喧嘩しないで問題を解決する方法を学んだんだよ。それが後に大人になってからも、彼の大切な考え方として生きるヒントになったんだ。ガンジーは13歳でカスタバイトの子供同士の結婚を経験し、19歳の時にイギリスまで行って法律を勉強したんだ。その時にいろんな文化や考え方に触れて、もっと広い世界を知ることができたんだよ。それも彼が大人になってからインドや世界で平和を広げる活動をするきっかけになったんだね。ガンジーは力を使わずに話し合いで問題を解決することをとても大事にした人なんだ。だから私たちもガンジーみたいに喧嘩をしないで友達や家族とうまくやっていく方法を探すこと。非暴力という強力なメッセージがどのように形成されたのかを知るためには、少しだけガンジーの考え方を真似してみると理解しやすいかもしれないね。13歳で結婚。19歳でイギリス。法律を勉強。情報量が多すぎて早速パンクしそうです。ただ、家庭環境はとても良好だったんですね。いろんな影響を受けて、私たちに広く知られるガンジーさんになったんですね。こんなに幼い頃に、非暴力のアイデンティティを身につけていたんだと、初めて知りました。その後は、どんな風に歩んでいったんですか？ガンジーの旅は本当に刺激的だよね。彼がイギリスで法律を学んだ後、1891年にインドに戻るものの、成功をつかめずに南アフリカへ渡ったんだ。そこでは、成功した弁護士としてのキャリアを築くことができなかったんだ。その後、1893年に南アフリカへ渡り、インド人商人の法律顧問として働くことになったんだよ。そこでの21年間が、彼にとって大きな変化の時期となり、非暴力という強力なアプローチを開発するきっかけとなったんだよ。南アフリカでは、ガンジーは深刻な人種差別に直面し、それが彼を変えることになった。例えば、ファーストクラスの切符を持っていたにもかかわらず、彼は列車から追い出されたことがある。この出来事は有名で、これが彼の社会活動への目覚めのきっかけとなったんだ。ガンジーは南アフリカでインド人コミュニティのリーダーとして活動を開始し、彼らの権利を守るために非暴力抵抗の戦術を用いるようになる。彼はサティアーグラハ、真理の力による抵抗という概念を発展させ、この戦術を通じて多くのデモやキャンペーンを組織したんだって。南アフリカで活躍のきっかけをつかんだんですね。外国でってすごい。私なら、ホームシックにかかっちゃって、力を発揮できないと思う。ガンジーは、21年間南アフリカにいたんだよね。その後、インドに帰ったの？帰ったよ。帰国後、ガンジーはインドの独立運動のリーダーとして活躍することになる。彼の提唱する非暴力の方法は多くの人々に支持され、インド全土に広がっていったんだ。彼の生き方や行動から、我々も多くのことを学ぶことができるんだよ。この話、すごく心に響かないかい？彼のように困難に立ち向かう勇気を持つことがどれほど大切かを感じるよね。すごい、心にガツンと響きました。南アフリカではそんなに人種差別が激しかったんですか？
それが、ガンジーの目覚めのきっかけになっているとは、知りませんでした。当時の南アフリカや、インドの人種差別について、もう少し詳しく知りたいです。オッケー。南アフリカでの体験から始めようか。当時の南アフリカはね、イギリスとオランダが支配していて、激しい人種差別があったんだ。特に白人が支配していたから、アフリカ系やアジア系の人たちには生活する上でかなり厳しい制限があったんだよ。住む場所にも制限があって、仕事にも制限があって、公共の場所では隔離されたりしてた。ガンジーが実際にこの差別を体験した列車から追い出された時点、さっき話したのを覚えているかい？その後彼は法律を使って、インド人の権利を守るために立ち上がったんだ。こうして、法的な手段や公共の抗議を通じて、インド人の権利を擁護する活動を展開していくんだ。インドに戻った後も、同じくイギリスの植民地下で、インド人はたくさんの制限を受けて生活していたんだよ。教育を受ける権利も制限されていたし、政府の職に就くこともほとんど許されていなかった。ガンジーはこれに対しても、非暴力で抗議活動を展開。塩の行進などの象徴的な行動で、イギリスの政策に挑戦したんだ。塩の行進について、少し触れておこうか。イギリスは塩に高い税をかけてて、インドの人々が自分たちで塩を作ることも禁じていたから、みんなにとってすごく辛い状況だったんだよ。ガンジーは、これに立ち向かうために、自分と仲間たち78人で約 390km を歩いたんだ。それでね、ゴールに着いた時に海辺で塩を作って、法律に抵抗したんだ。これがすごく象徴的な行動として、たくさんの人々を動かしたんだよ。この行進はニュースでもたくさん取り上げられて、全国に広がった。多くの人がガンジーに賛同して一緒に抗議活動を展開した。これがインド独立運動に火をつける大きなきっかけとなって、最終的には1947年にインドが独立することにつながったんだ。結局ね、ガンジーの活動はインドの独立を実現する大きな力となったし、彼の非暴力のアプローチは世界中の多くの人々に影響を与え続けているんだ。大きな社会的変革も一人の勇気ある行動から始まるんだよ。なんか、そんなにもひどい弾圧があっただなんて、悲しい気持ちになりました。でも、そんな過酷な状況で、なんでガンジーは、非暴力にこだわって活動したんですか？ガンジーが非暴力にこだわったのは、彼の深い信念と哲学から来ているんだ。じゃあ、なぜ非暴力なのかって話だけど、これにはいくつかの大きな理由があるよ。まず、ガンジーは子供の頃からジャイナ教の影響を受けていて、非暴力はこの宗教の教えの核心部分なんだ。彼にとって非暴力は、ただの手段じゃなく、道徳的で倫理的な選択。彼はね、本当の変革っていうのは心の変化からしか起こせないと信じていたんだ。暴力はただ恨みや復讐を生むだけで、それじゃ平和は築けないってわけ。次に、ガンジーは非暴力が実はすごく効果的な手段だと確信していたんだよ。なぜかというと、非暴力の方法は人々に広く支持されやすく、全社会が参加しやすいから、もっと大きな力を持つことができる。それに、メディアや国際社会からの支持も得やすいんだ。そして実際の戦略としても非暴力は強い。特に抑圧されている人々が多数派の場合、一致団結して非暴力で抗議すれば抑圧者にかなりの圧力をかけることができるんだ。これらの理由からガンジーの非暴力のアプローチは彼の生涯を通じて一貫していて、彼が直面したたくさんの挑戦に対して多くの成功を収めることができたんだ。つまりね、ガンジーは非暴力を信じ、その力で大きな変化を起こしたというわけ。これらが彼が非暴力にこだわった理由になるんだ。すごい。子供の頃、お母さんの教えに影響を受けたって言ってましたよね。母は偉大なり、ですね。ところでガンジーは、どんな最後を迎えることになったんでしょうか？ガンジーの最後は本当に悲しいものだったね。1948年、インドが独立したばかりの頃、まだ宗教的な対立がすごく激しい時期だったんだ。インドは独立するときに、ヒンドゥー教徒が多いインドとイスラム教徒が多いパキスタンに分かれたんだけど、そのせいでたくさんの争いが起こったんだよ。ガンジーはずっと平和を訴えていて、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒が仲良くすることを強く望んでいた。でも、そんな中で1948年1月30日、ニューデリーで夕方の祈りの集まりに向かう途中、彼はヒンドゥー至上主義者に暗殺されてしまうんだ。その人はガンジーの和解の努力に反対していたんだよ。ガンジーの死は世界中で悲しみを呼んだけど、彼の教えや非暴力の精神は、その後も多くの平和運動や公民権運動に影響を与えているんだ。彼の生き方が示したのは、どんなに大変な状況でも暴力を使わずに平和的に問題に立ち向かうことの大切さだよ。暗殺？そんな最後だって知らなかった。でも、ガンジーの残したアイデンティティは、本当にたくさんの人々にポジティブな影響を与えて、今日も生き続けているって知れて、すごく勉強になりました。ガンジーについて、たくさん知れるので、いよいよ彼が残した
生きることは学ぶことだ。学び続けることが生き続けることだ。という言霊がどうして生まれたのか、その背景について教えてほしいです。わかったよ。次の章で詳しく説明していくね。ガンジーの有名な言葉、生きることは学ぶことだ。学び続けることが生き続けることだ。は、彼の人生を通じてどれだけ学びが大事かを示しているんだ。ガンジー自身がいろいろな国で学んだ経験から、知識ってのは自分を成長させ、より良い社会を作るための鍵だって強く信じていたんだよ。ガンジーは、学びとは単に知識を蓄えることではなく、それをどのようにして実践に生かし、より大きな善のために用いるかが重要だと強調し続けた。彼の教育観は、学び続けることが生き続けることという言霊にも表れていて、これは個人が一生涯にわたって成長し続けるべきであるという彼の哲学を反映しているんだよ。この考え方は、ガンジーが非暴力と社会改革の道を歩む上での基盤となり、彼の多くの支持者にも影響を与え続けているよ。だからこそ、学び続けることが生き続けることという言葉は、私たちにとってもすごく大切なメッセージなんだ。学びは、テストでいい点を取るためだけじゃなく、自分自身を成長させ、世界を変えていく力を持つってこと。だからね、みんなも学びを生活の中で活かして、自分の周りの世界を少しでも良くしていこうじゃないか。それがガンジーが残した本当に大切な教えなんだよ。聞いたことある。インプットしたらアウトプットしないと知識なんてゴミだって言ってた人がいたような。ってことは、非暴力の考え方と知識を実践で利用するという2つの考えが融合していったってことになるよね。その通りだね。ガンジーの非暴力の考え方と知識を実践に生かすという姿勢は密接に結びついていたんだ。ガンジーは単に理論やアイデアを学ぶだけでなく、それをどのように生活の中で実践するかが非常に重要だと考えていたんだ。彼の非暴力のアプローチもこの実践的な知識の応用の一例と言えるよ。非暴力の理念は彼が学んだジャイナ教の教えや彼自身の経験をもとに形成されたもので、それを社会運動に生かしていったわけだね。例えば彼は法律の知識を生かして不平等や不公正に対して効果的な抗議活動を組織した。このプロセスの中で彼は知識を具体的な行動に変換し、大きな社会的変化を引き起こすことができたんだ。このようにガンジーはインプット、学びとアウトプット、行動のバランスを非常に重視し、その結果として彼の理念や活動が広く受け入れられることとなったんだよ。学んだことを実践に生かすこのアプローチは私たちにとっても大切な教訓となるね。知識は行動に結びつけることでその進化を発揮するからね。まず前提で大事なのは知識を実践すること。その中に一つに非暴力で人種差別と戦うって考え方だったんだね。すごい。ガンジーはこうした考えや活動から社会に何をもたらしたかったのかな。やっぱり世界平和。ガンジーは彼の考えや活動を通じていくつかの重要な目標を達成しようとしていたんだ。彼が社会にもたらしたかった影響は非常に広範にわたるんだけど、特に中心となるものを紹介するね。一つ目、平和と調和の促進。ガンジーの最も根本的な目標の一つは平和と宗教や文化間の調和を促進すること。彼は非暴力の手法を通じて社会の異なるグループ間での理解と協力を深めることができると信じていたね。特に分割直後のインドのような多宗教、多民族国家においてはこのような調和が極めて重要だったんだ。二つ目、個人の内面的成長。ガンジーは個人が精神的、倫理的に成長することが真の自由と社会改革への鍵だと考えていたよ。彼は人々が自己省察と継続的な学びを通じてより良い自己へと成長することを強く推奨していたんだ。三つ目、社会正義と平等の実現。ガンジーの活動はまた社会正義と平等の実現に深く焦点を当てていたんだ。彼はインドの貧しい人々や社会的に排除されたグループが直面する問題に対処するために教育、健康、平等な機会の提供を推進していた。四つ目、植民地支配からの自由。ガンジーはインドをイギリスの植民地支配から解放することを目指していた。彼の非暴力抵抗の手法はインドだけでなく世界中の他の植民地地域での独立運動にも影響を与え、多くの国が独立を達成するきっかけとなったんだ。ガンジーのこれらの目標は彼が実践した非暴力の原則と深く連携していて、個人が社会に積極的に貢献することの重要性を強調しているよ。彼の残した教えは今日においても多くの人々に影響を与え、様々な形で社会運動や政策に反映されているんだ。すごいな。多角度から考えを巡らせているのがよくわかりました。社会全体に対する影響だけでなく、個人の内面的成長も狙っていたというところにすごく共感しちゃったな。こんなに完璧なガンジーが失敗とか反省とかすることってないんだろうな。
私のクラスのガンジーみたいな先生が担任だったらいいのにって思っちゃった。ガンジーも人間だったから完璧ではなくて、実は彼自身も多くの失敗や反省を経験していたんだよ。ガンジーはその反省を自己成長の糧としていて、常に自己改善を求めて続けた。これもまた彼が多くの人々にとって尊敬される理由の一つなんだ。一例として自伝、我が実験の話で盗みをしたり、ベジタリアンの家庭で育ったのに肉を食べたり、妻との関係で支配的だったりしたことを反省しているって話してるんだ。さらに彼の非暴力の方法も最初からうまくいったわけじゃなくて、いろいろ試行錯誤しながら進めていたんだよ。全ての人に受け入れられるわけでもなく、批判や誤解もたくさん受けた。そしてインドが分割された時の宗教間の暴力など、理想と現実の間の大きなギャップにも直面して、すごく悩んでいい解決策を見つけようと奮闘していたんだ。ガンジーのすごいところは、自分の失敗や反省をオープンに話し、それを乗り越えようと努力し続けたことなんだ。彼の生き方は実験として捉えることができて、いつも自分を見つめ直して改善していく姿勢があった。これって私たちにとってもめちゃくちゃ大事な教訓だよね。だから自分も間違えることがあったっていいんだよ。大事なのはその失敗から何を学ぶか、どう改善していくかなんだから。そっか、人間だから失敗も短所もあるよね。でもやっぱり一つの信念を貫くってすごいことだから尊敬しちゃうな。私たちはこの学びをどんな風に生かしていけるんだろう。そこが重要だね。次の章で一緒に考察してみよう。ガンジーのように一つの信念を持ち続けることは本当に尊敬に値することだし、その学びを私たちの日常生活に生かす方法はたくさんあるよ。いくつか例を挙げてみるから、その一つについて考えを巡らせてみようよ。1、非暴力の原則を日常に取り入れる。ガンジーの非暴力のアプローチは、個人間の対立だけでなく、日常生活の様々な面で応用できるはず。例えば、家庭や学校、職場での意見の不一致が生じたときに、対話取り替えを通じて解決を図ることができるよね。2、継続的な学びと自己改善。ガンジーは一生涯にわたって学び続けることの重要性を説いていた。私たちも新しい知識やスキルを学び続けることで、個人の成長を促し、より良い社会の一員となることができるはずだよ。3、社会正義への貢献。ガンジーの社会改革への取り組みは素晴らしいよね。地域社会やオンラインでのボランティア活動、社会問題に対する意識の向上、持続可能な生活選択をすることなど、日々の生活の中で社会正義を促進する行動をとることが考えられる。4、公正と倫理を重んじる生活。日々の選択において公正さや倫理的な観点を持ち、消費行動や人間関係においてそれを表現すること。例えば、公正貿易製品を選ぶ、環境に配慮した商品を利用するなど、倫理的な消費を心がけることも、ガンジーの教えを反映する一つの方法だと思わないかい。これらの点を意識することで、ガンジーが教えたことを生活の中で具体的に実践し、彼の理念を現代でも生き続けさせることができるはずなんだ。それじゃ、これまで学んだことから、自分自身に活かせそうなことってあったかな？ありました。一つ目の、非暴力の原則を日常に取り入れる、です。ちょっと、言いづらいんだけど、クラスでおとなしい女の子が、いじめられているのかなってシーンを見たりすることがあるの。そういう時に、私はどんな対応をすればいいのかっていつも悩んじゃう。いじめてるわけじゃないかも、からかっているだけなのかもってレベルなの。どうしたらいいんだろう？その状況はとても難しいね。いじめを目撃するとき、どう対応するかは本当に悩ましい問題だよ。ガンジーの非暴力の原則を念頭に置いて、こういった状況に立ち向かう方法を考えてみよう。まず大事なのは、声を上げる勇気を持つこと。何かいじめを見かけたら、それを先生や信頼できる大人に伝えることが、問題解決の第一歩になるんだ。ただ黙って見ているだけでは、問題が放置されてしまうからね。次に、いじめられている子に近づいて、友達になる試みもすごく大切。例えば、一人でいる時に声をかけてみたり、一緒に時間を過ごすことで、その子が孤立しないようにサポートできるんだ。さらに、自分が優しさと尊重を持って周りの人と接すること。これが、クラス全体に良い影響を与えて、いじめに参加しないようにする力になるんだよ。君が模範となることで、他の人も良い行動をとるようになるかもしれない。そして、いじめの問題についてクラスで話し合う機会を持つことも効果的。教師の協力を得て、クラス討論やワークショップを開くことで、みんなの意識が変わるかもしれないね。いじめって本当に深刻な問題だけど、君のように考え、小さな一歩を踏み出す勇気を持つだけで、大きな変化が起こることもあるんだ。ガンジーだって、最初から仲間が大勢いたわけじゃないだろうから、君の行動がもうすでに大きな力に変わる、種になっていることは間違いないんじゃないかな。そっか、そうだよね。やっぱり、
何かを行動するには勇気が大事なんだね。直接止めることは難しくても、私自身が理想とする行動を取り続けることは続けていけそうだな。機会があったら、クラスで話し合う機会を持ってくれるように、先生にも頼んでみようかな。それは素晴らしい考え方だね。理想とする行動を取り続けることで、周囲にも良い影響を与えることができるし、クラスでの話し合いの機会を持つことは、より大きな変化を生み出す第一歩になるかもしれないね。他にも、日常に活かせそうなこととして、継続的な学びと自己改善、社会正義への貢献、公正と倫理を重んじる生活が考えられました。皆さんも、ぜひコメント欄で、ガンジーの言霊について語り合いましょう。私ももっと学びたいです。今日はいろいろ教えてくれてありがとう。すごく勇気が出ました。継続的な学びと自己改善、社会正義への貢献は、私たちが日々の生活の中で実践できる非常に重要な点だよ。これらを意識することで、ガンジーが教えた非暴力と平和の理念を生き続けることができるね。コメント欄でみんなとガンジーの言霊について語り合うのも、新しい視点を得たり、お互いに励まし合ったりする良い機会になるだろうね。今日の会話が勇気づけられたと聞いて、私も嬉しいよ。いつでもまた話を聞かせてね。君のこれからの行動が、君自身にも、周囲にも、良い影響を与えていくことを心から願っているよ。皆さん、今回の動画で、マハトマ・ガンジーの深い言霊とその生涯を一緒に探求してくれて、本当にありがとうございました。私たちが一緒に学んだ、生きることは学ぶことだ。学び続けることが生き続けることだ。という言葉を胸に、ここで再びあなたに問いかけます。あなたの人生で、学び続けていることは何ですか？そして、君はどうだい？すごく勉強になったよ。ガンジーって、ただの歴史上の人物ってわけじゃなくて、今の私たちにも直接関係していることを教えてくれる存在なんだって実感した。非暴力っていうのは、ただ古い話としてだけじゃなくて、今のいろんな問題に対しても、すごく意味があるアプローチだと思う。いろいろ学んでいく中で、自分ももっと勇気を持って行動できるようになりたいなって思った。本当にありがとうございました。ハミルさんの感想から、多くの方が日常生活で学びを続けることの重要性を実感し、ガンジーの理念に共感していることが伝わってきました。ご紹介したそれぞれの物語や意見が皆様にも新たな視点やインスピレーションを与えていることを願っています。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そしてコメント欄でご紹介した言霊についてやり取りできれば幸いです。それでは良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊もあなたの心に響け。